はい、パブリックジオチャンネルへようこそ。今回は、今、事件となっている、飲食店ペロ事件、飲食店のペロ事件ですね。ペロ事件について、語りたいと思います。これは、割と若い子の方が多いのかな。若い子の方が多いみたいなんだけど、その飲食店、特に有名になっているのは今回転寿司のスシローで、直接こう皿から回転寿司で皿が流れてきますよね。流れてくるんだけど、でそこから直接手で取ってバーッと食べたりとか、あとはこうやってね、醤油調味料、お店に常備してある、こういう醤油とかをね、こう直接こうやって飲んだりとか、お塩とかこういう風にやったりとか、あとは緑茶の粉を、緑茶あったのさっきね、粉茶みたいなものをこうやってスプーンでバーって頬張ってゲホバーってなんか飛ばしちゃうみたいな。もう特に今の時期はやばいだろうっていう感じの、特にね、今感染症とかめっちゃね、はびこっているじゃないですか。だからさ、そんな中でそんな不衛生な、動画が出回ったということで、これはとんでもない事態だということで、そもそも企業は今売り上げとか低迷してると思いますよ、ね、コロナとかもあったりさ、緊急事態の時なんかは営業できなかったでしょね、時短とかさ、そういうので営業できなかった。やっと明るい未来が見え始めたっていうか、わずかな光がちょっとずつ見えてきたかなっていうところで、この大打撃ね、こう不衛生だってことが、不衛生だという印象づけられて、誤った印象が埋め込まれてしまうと、もうね、使ってくれない人が増えちゃうかもしれない。企業はそんな心配をしたと思います。だけど世の中温かいというか、犯人と言われる犯人というか、そのいたずらっ子が発端となってしまうわけなので、こう売上低迷とか企業に打撃を与えてしまう原因とどうしてもなっちゃうから、責任っていうのは被らなければいけない、被らないといけないっていうのはあるから、だから当然それは原因となった人が、もしくはその、保護者が責任を取るっていう形は、それは当然のことだと思うんだけども、それが正しい道なんだけれども、こうやっぱりみんなこう優しいからこう企業がかわいそうだから利用してあげたいっていう気持ちに、僕もなって、先日行ったんでショート動画上げたんだけど、そういう中でみんなでこう利用するから、結局そのいたずらっ子が現れる前よりもひょっとしたらね、いい状態にひょっとしたらなるかもしれない。ただシステムの改善っていうか、
サービスの改善、回転させなくして、お料理を運ぶようにするとか、そういった、そうすると人件費がかかるわけですよね。そういった、打撃があるから、結局はマイナスになるかもしれないけど、でもみんなこう温かい心を持っている人たちばかりなので、それで補えるとなると、個人攻撃もかわいそうだからっていう結果的には民事刑事両方で検討っていうふうに、は言われてたけど、結局はそういうふうに収まっていく企業もあるんじゃないかなとは思ってるのね。ただね、この時期ね、感染症の、中なので、感染症まだ明けてないじゃないですか。そんな中でこの打撃があるっていうのはとんでもないことですよね。本当に企業がかわいそうとしか言いようがない。それで、今一番注意しなければいけないのが、利用者が今増えてますよね。多分、かわいそうだからって、使ってあげようっていうことで、みんな温かい心を持って使う人が増えますよね。その一方で、増えている人が増えるっていうことは、その炎上したいたずらっ子の動画を見て、いたずらっ子の動画を見ることで、動画は撮らないけど同じことしてやろうっていうグループっていうか、仲間でこう店舗に行って、それで動画は撮らないけど、そういうことしてやろうっていう人も中には多分いると思う。そういう影響を受けちゃう人もいると思うんだよね。要するに、社会的な問題にさえならなければ仲間内で楽しく、いたずらをしようみたいなやつらが多分そういうのも増えてると思うの。だから衛生面で、今特に注意しなきゃいけない、そういう時期だと思います。世の中ね、温かい心の人たちばかりが多いけれども、その反面でどうしようもない人たちも多い。これは間違いないんじゃないかなって思う。だから、温かい心を持って、僕もね、先日回転寿司行ったんだけど、改めてスシローも、ちょっとスシローじゃなかったから、スシローも行きたいなと思ってるんで、スシロー行った時にはまた、このパブリック上チャンネルで、シェアしたいなとは思うんだけど、だから今本当に気をつけようがないけど、衛生面気をつけていきましょうということですね。くれぐれも風邪などには注意しましょう。はい。ということでね、そういうことすんな。そういうことすんな、本当に。若い頃さ、若い頃って必ず一人はそういうことやる人いたけど、しない人は本当にしないよね。僕もしなかったから。こうやって調味料置いてやって、直接こうやってやるっていうのも、まず潔癖で申し訳ないんだけど、まずここに置いてあるのがわかんないもん。別にお店に置いてあるのが汚いとかじゃないけど、普通に考えてね、赤ちゃんの時に学ぶことじゃないですか。ね、ここに置いてあるのを舐めようとしたらダメよって言われるでしょ。なんで赤ちゃんでも分かるようなことを、やっちゃうのか。それは本当に若くてもそれを見た時にドン引きだけどね、ちょっとありえないなって思う。感染症かじゃなくたって。ね。はい。ということで、手洗い、うがい、アルコール消毒、マスクしっかりとやっていきましょう。以上、パブリック上チャンネルでした。バイバイ。